Photoshop に今までの常識をひっくり返す新機能が登場しました。それがオブジェクトを回転です。これを使うと画像を 3D モデルのようにぐるぐると回転させることができます。今回はこの新しい機能の使い方とこの機能でどこまでできるのか限界を探っていきたいと思います。こんにちは、専門学校講師のえられさんです。Photoshop の合成技術が今日から変わります。常識を覆すやばい新機能が登場しました。それがオブジェクトを回転です。冒頭でご覧いただいた通り、普通の 2D 写真をまるで 3D モデルのようにぐるぐると回して使えるようになりました。この機能は Photoshop を使ったことがある人だったら誰もが経験するであろう。この写真もう少し角度が違えばなーという時に一瞬で解決してくれます。以前にいられではターンテーブルという似た機能が登場していたんですけれども、それの Photoshop 版が登場したっていうことですね。これを使えば合成する時のパース合わせもめちゃくちゃ簡単になります。いや毎日 Photoshop 触ってるけどそんな機能聞いたことないよという方、大丈夫です。その謎も動画の中で解説していきたいと思っています。今日お伝えする内容は次の3つです。1、オブジェクトを回転を使うための条件。2、簡単な使い方と精度の検証。3、複雑な画像で試すとどうなるのか。以上の内容となります。この機能を知るだけで合成作業のスピードが劇的に上がり、写真加工の限界を突破することができるはずです。デザインやクリエイティブに携わる人は絶対に知っておくべきだと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。使うための条件。それでは早速この機能を使うための条件からお話ししていきます。このオブジェクトの回転という機能は Photoshop ベータ版の機能です。ベータ版というのは正式リリース前だけど一足先に試してみてくださいねというバージョンのことです。つまりまだ一部の人しか知らない隠れた機能ということになります。そもそも正式リリースされたものとは起動するアプリ自体が違うので知らなくても不思議はありません。逆に言えばクリエイティブクラウドのアプリからベータ版をダウンロードする必要があります。でそのバージョンがバージョン 27.5 です。ベータ版のダウンロードとかめんどくさそうって思った方、わかります。私も嫌でした。でもこの性能を見たら絶対使ってみたくなるはずです。ちなみにこれを使うためのプランとしてはフォトプラン、これがおすすめです。もちろんクリエイティブクラウドのプランでも使えるんですけれども Photoshop の単体プランはあまりおすすめしません。というのもこのオブジェクトの回転では生成クレジットを消費するんですが1回20クレジットほど消費します。ですから Photoshop の単体プランだと1回やっただけでクレジットがなくなってしまうという計算になります。対してフォトプランでは十分な生成クレジットがありますので試すならこちらがおすすめです。で試すか試さないかはこの後の機能の紹介を見て判断してみてください。では使い方いってみたいと思います。使い方の解説。では簡単なところから始めていきたいと思います。まずはこちらのおにぎりの画像を使って使い方の説明をしていきたいと思います。使い方は簡単で Photoshop のベータ版の画面を開いたら編集の自由変形コントロールまたはコマンド T ですねをクリックします。そうするともうすでにここにですねオブジェクトを回転という表示が出てきます。こちらをクリックして画像を読み込みます。言ってしまえばたったこれだけです。自由変形でオブジェクトを回転、これだけで回転可能なオブジェクトの準備をしていますということでさらに読み込みます。そうすると
すでにこんな感じでですね、ぐるぐる回り出すんですよね。すごいですよね。ここを左右にドラッグすると回転しだして、こっちで縦回転します。ちょっと裏側おかしくなってますね。真上からもこんな感じで見ることができます。すごいですね。で、ちょっと画質が悪くなっているような感じがあると思うんですが、こちらの完了を押すと画質が回復します。ちょっとこの辺怪しいですよね。これで完了してみますと、回転した画像を補正していますということで、新たな読み込みが始まります。そうするとちょっと画質良くなるんですよね。画質は完了させると良くなるというところだけ覚えておいてください。で、回転を編集、これはまたそのまま即回転させることができるので、いろいろ試していくことができるということですね。使い方はたったこれだけ。ではこれの精度がどうなっているのか、次に試していきたいと思います。精度の検証。次にこの機能の精度を検証してみたいと思います。使用する素材がこちらのスニーカーです。もう少し上から見たいとか、別の角度から回り込んで見てみたいというケースを想定して操作してみたいと思います。で、こちらをコントロールコマンド T でオブジェクトを回転。そうすると少し画質が荒れましたけれども、完了すると治るはずです。で、回転させていくと、反対側までしっかり出てきましたね。こちら側のデザインと反対側のデザインがちゃんとリンクしている。素晴らしい。で、上から覗くと、はいちゃんと上からも靴紐などを維持しつつ表示することができてますね。素晴らしい。靴底なんかどうなんでしょうか。靴底はちょっと穴が開いてるような表示になっちゃいますね。ここは AI が想像して書いている部分なので、こういった荒もあるかもしれません。でもすごいですね。後ろ側も裏側もちょっと角度戻せなくなってきた。これかな、これリセットかな。これでリセットですね。で、裏側もちゃんとできてます。これで完了を押すと画質が治るはずなんですが、どうでしょう。そこら辺の精度も見ていきたいと思います。完了して画質が良くなりました。拡大してもちゃんとステッチとかがうまく表示されてますね。で、紐のあたりとか複雑そうではあるんですけれども、しっかりとできています。すごいですね。このソールのあたりはどうなんでしょうね。こんななみなみになってたんでしょうか。元のデザインを確認してみますが、こちら側も確かにこういうギザギザにはなっているんですね。ちゃんとここの1箇所だけが金属の穴になっていて、反対側ここも想像で作ったはずなんですけれども、金属の穴になっている。なかなかの精度で出来上がっているんじゃないでしょうか。これは唯一靴底ら辺だけがうまくいきませんでしたけれども、うまくいかないところもあるようですが、基本的にはかなりの精度でできているんじゃないかなというふうに思います。続いてこちらの花束で精度を確認していきたいと思います。ここでは画質などが使えるレベルなのか確認していきたいと思います。コントロールコマンド T でオブジェクトを回転。画質が荒れるような感じはありますが、これは完了すると治るはずですので、その辺を踏まえた上でご覧いただきたいです。で、上からだったものがこんな感じの花束に変換されているということですね。いろんな角度から見れるの、これもまたすごく役立ちそうですね。こういう裏側まで来るとさすがに AI っぽさがあるかなとは思うんですが、少し角度を変えたいとか、そういった
くらいの用途であればすごくよく使えるんじゃないでしょうか。うまく使えそうな気がしますね。これは素晴らしいです。で、完了をすると画質が戻ると。そうですね、完了を押すと画質がすごく綺麗になります。元の画質と遜色ないレベルに感じられますが、どうでしょう。そうですね、元の花束と比べても、これが今生成して回転させたものですが、こちらのバラとかは元の画質と比べても著しく悪いとか、そういう風には感じられません。拡大すると少し画質が落ちるような感じはありますが、それ以上に便利な使い方なんじゃないかなという風に感じられます。かなり綺麗には出来上がっている。大きく角度を変えたのに綺麗に出来上がっている印象ではあります。素晴らしいですね。で、このオブジェクトを回転、ただ回転させるだけではありません。パース合わせもできます。パースを合わせる。ではこちらの道路の画像に対してこの車の画像を合わせていきたいと思います。この道を走っているみたいにしたいってことですね。そのためには角度だったり遠近感だったりを合わせていかないといけないんですけれども、その辺をこの機能を使ってやってみたいと思います。こんな感じで切り抜かれましたと。ではこの道路に対して走っているような配置にしたいと思うんですけれども、こんな感じでしょうかね。こんな感じで配置していきたいと思うんですが、パースもつけることができます。ここのスライダーを上下させることで奥行きを変更することもできるというところで面白いですよね。これだと遠近感がずれているように感じられるんですが、このぐらいになってくると割と自然に感じられるんじゃないでしょうか。これはもう自由変形がめちゃめちゃ変わりますね。本当に自由に変わります。で、完了を押しますと、完了を押すと画質が直ります。そしてさらに出てくるこちらの調和をクリックすると、背景の色合いとこの車の色合いを調和させてくれる、そういう機能になっています。これも生成クレジット消費するようですね。はい、ということでこんな感じで車の合成が出来上がりました。影まで作ってくれましたね。どうでしょうか。もうだいぶ走っている感じに出来上がったんじゃないでしょうか。これは合成が変わりますよ。本当にちょっと無灯火が気になりますけれど、真面目すぎるか。では最後にこちらの女性回転させていきたいと思います。髪の毛とかが一番複雑ですし、人物の顔でどこまで同一性が保たれるのかチェックしていきたいと思います。これが一番難しい位置づけですね。回転、ちょっと顔は乱れていますけれども、完了させるまで分かりませんからね。これは回転させていくと、ちゃんとのけぞった姿勢をそのまま維持しているのが分かりますね。本当に 3D モデルのように回転していきます。椅子がちょっと乱れますね。ここら辺ちょっと椅子が乱れているのがありますね。で、完了させた時の画質注目ですね。こんな感じでいってみたいと思います。完了。椅子どっか行った。椅子どっか行きましたけども、女性は素晴らしいクオリティなんじゃないでしょうか。椅子どっか行っちゃいましたけど、女性は素晴らしいクオリティだと思います。こちらの女性とこちらの女性、やや AI 感はあるなという印象ではありますが、あと髪の毛の乱れなんかも少々感じられたりはしますけれども、なかなかの精度でこの辺はすごく綺麗に出来上がってますよね。すごく綺麗に回転ができていますね。指輪の同一性も素晴らしい。これもまた AI のガチャ要素もひょっとして存在するかもしれないので、
数回やり直したらもっといいのが出てくるかもしれません。ということでまとめです。今回は今までの常識をひっくり返す新機能、オブジェクトを回転を紹介いたしました。普通の画像を 3D モデルのようにしてしまう、本当にヤバい機能でした。素材の角度が合わないんだよなっていう悩みも今日から過去のものになります。ただ検証の結果分かった弱点としては、裏側などはうまくいかないこともある、切り抜かれるので背景の合成が必須、生成クレジット、二重クレジットを消費するですね。確かにそういった弱点もあるんですけれども、これは便利すぎます。すごい。ここから正式リリースでどれだけ化けるのか楽しみです。興味が湧いた方は Photoshop ベータ版をインストールしてぜひ試してみてください。絶対感動するはずです。皆さんはこのオブジェクトを回転、どのように感じられたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。